さい。大丈夫ですか？はい、聞こえて、おりますでしょうか？声が出ませんけど。はーい、ホロライブ3期生、宝生海賊団船長の宝生マリンです。いや、ちょっとすいません。あまりにも、どうしちゃったんですかね。今までも休んだことはあったのに、ここまで何もできなくなったことは、かつてあっただろうかというくらい、何もかもができなくもう起き上がると、もう本当にめまいがやばくて、だからもうずーっと横になってたんですよ。本当にずーっと横になってて、マジ、トイレ行く時とかも、ペンギンみたいな感じの、ペンギンの歩き方で歩いてたし、でも一番あれだったのは、もう、とにかく娯楽という娯楽に興味がなくなってしまって、娯楽が無理だったの。わかる？この感じ。もう、漫画も読みたくないし、配信も見たくないし、言うなればね、もう性欲も枯れ散らかして、めっちゃ、むしろ怒りまであったね、もう。怒りがあった。いつもだったら、スマホとか見ててさ、エッチな広告とか出てきたらさ、ワンループ見るのね。一回ワンループ見て、で、これ買うか買わないかちょっと考えるんだけど、よかったらちょっとクリックして買いに行くんだけどね。その時ばっかりは、もう怒りしかないの。もうなんでエッチな広告とか出すの？マリオ17歳なんですけどってなったもん。やめてほしいよね。こっちも17歳なのに。もう本当に、枯れ散らかしてだからさ、さっき、待機所のチャットで、ずっと寝てたって、一体、どんなエッチな妄想してたんですかみたいなコメントあったけど、いや、もうエッチな妄想とかいうさ、騒ぎじゃないからもうエッチな妄想どころかもうね、娯楽にさえも興味なかったからね。もうあの時の船長ね、ハンターハンターですら読みたくなかったもんね。っていうくらい、でしたね。だからもうね、本当にすることがなくて、でも暇ではあるんだよね。何もしたくないし、しんどいし、娯楽も無理なんだけど、ゲームもしたくない、配信も見たくない、漫画も読みたくない、ツイッターも見たくない。でも、暇なんだよね。だから、哲学について考えて、哲学。どんなこと考えたかというと、船長今までさ、仕事しててさ、客が来たらさ、来るなって思ってたのね。君たちも思うよね。客が来たら来るなって思うよね。お客さんだいらっしゃいませって思う？思わんよね。来るなって思うよね。あれ客が来たら、お客さんだいらっしゃいませって思う？そうだよね。そうだよね。よかった。安心。そう、船長も全切れで働いてたんだけど、そう、でもさ、お店をさ、やっぱ建てた側の気持ちをさ、考えてたの。例えばさ、船長がさ、ね、喫茶店を始めたとするじゃん。喫茶店をね、始めたとしてさ、こんな感じの内装で、どうかなこれ、おしゃれって思ってもらえるかな緊張する。こんな看板で大丈夫かなこれ来てもらえるかなこのメニューで大丈夫かなみたいな感じでさ、大丈夫かなみたいな感じで考えながらさ、こうやるとするじゃん。で、お客さんが、カランって入ってきた瞬間でさ、いらっしゃいませって感じのさ、テンションが上がるんだろうなって思って、で、だんだん客が増えてきてさ、こんなに客が増えちゃったら、こりゃ一人じゃ大変だな、バイトでも雇うかっつってさ、バイトとか雇うわけじゃん。でもその中でさ、バイトはさ、客が来たらさ、来るなって思ってんだよ。許せないよね、こんなの。キマジ、もしさ、客が来た時来るなって思う時はね、もう経営側のさ、気持ちにさ、立つしかないんだって。だから、ねえ、それ哲学？他にも考えてたよ。他にも、熱が下がってからはね、薬もらってからは、もう薬に胃を荒らし散らかされてんのが知らんだけど、もうめっちゃ腹痛くて目が覚めんの。いってってって、いててっつって目が覚めて、いや、痛かった。もうね、これより痛かった腹痛をね、思い返してみると、腹痛で床をのたうち回ってるのに家族がフルシカとして金曜ロードショーを見ていた小3の頃まで遡るレベルで、こんなに痛かったことないって思ったんだけど、よく考えたら、
あれ去年、あれいつだっけ。そういえば胃腸炎になったわと思って、完全忘れたけど、忘れたなと思って、いや、なんかこうやって人は痛みを忘れていくんだなって思ったんです。いや、残るのってやっぱりこういう子供の頃のさ、新鮮だった初見のね、痛みのみ。ねえ。船長だから、ほんと腹痛くて、腹がってつぶやいたんだけど、でも腹が痛いってつぶやくと、大丈夫ですか船長大丈夫ですかってなるかなと思って、腹が、でとどめといた。腹がでとどめといた。船長ね、なんかね、痛い時ね、痛いってね、騒がないとね、気が済まないタイプなんで。騒いで痛みを発散するタイプなんで、うん。そう。だから、腹が痛いのをちょっと、半騒ぎしといた。うん。船長騒ぐタイプなんですいませんけど、ね。君たちからしたら、船長が、痛いって言ってたら、ね、船長大丈夫そんなに痛いの大丈夫って思うかもしれんだけど、船長はその大声を上げて、痛いっていうことで発散してるから、結構ね、逆に安心してほしい。うん。ね、逆に、高熱が出てる時みたいに無言になってる時の方が終わり。カカロットと同じだねってどういう感想？カカロットってそうなの？ぐわー痛えなんて言うかな、そんな。言うかな。あんまり痛がってる印象ないけど。まあっていう感じで、でもね、その薬飲むとね、腹が痛くなるからね、でも薬飲まないと治らんしっていうので、もう本当にでも薬飲むのがね、飲んだらまたお腹痛いんだろうなって思ったら飲むのすごい嫌で、ってなりましたね。いや、2日目まではマジで本当に食欲が皆無で、本当に雑炊しか食べてなかったけど、もう、体調戻ってきて、腹痛い時はね、なんか脳とね舌はねめっちゃハンバーガー食べたくて、ハンバーガーのベロだったんだけど、そうベロがハンバーガー食べたいよマリンちゃんハンバーガー食べてって言ってんの。でもね胃はねハンバーガー食べるんなら吐きますって言ってて、胃は吐くって言ってるな、でも舌は食べたいって言ってるってやってね、結局食べれませんでした。結局いやもうほんとだって、もう歯磨きしてるだけで勘違いして胃がねなんか誤解してね吐こうとしてうってなったもんね。いやでも風邪ひいた時ずっとね考えたのはね、すごいね実家帰りたくてしょうがなかったね、あの瞬間。職場の夢見たのもあって、いやね、お姉ちゃんにめっちゃ会いたかったのと、あと課長にもねすごい久しぶりに会いたいなってなったね。いやお父さんはね、口を開けば金の話か体型の話しかしないデリカシーのなさだからね、別に会えなくても別にいいかなって感じなんだけど、たまになら会ってもいいけどくらいの感じだけどね。課長って女の人、そう課長も女の人ですよ。優しいけど厳しい。あとヒステリー怒り出すと止まらんって感じですね。いやね、船長のねお姉ちゃん本当にね超癒し系でね、マジで友達が引くほどいないけど、でもねなんかいつも島村の服着てて清潔感があってね、あとはねとにかく豚肉にまつわる料理を毎日作って食べてて、笑いのツボはね船長と似てるけどちょっとずれてて、下ネタと怖い話が大嫌いだけど、最近うんちが笑えるようになってきたって感じのお姉ちゃんです。お姉ちゃんの笑うタイミングよくわかんないんだよね。なんかねそこで笑うんだっていう、何で笑ってたんだろうお姉ちゃん。なんで笑ってたっけ、思い出せないの。笑ってる顔は思い出せるんだけど、何に対して笑ってたかなんかいつもしょうもなって思ってたから、でも船長もお姉ちゃんも爆笑したのは
なんかは忘れたけど船長がお姉ちゃんの部屋でなんかお茶してて、でお茶口に含んでる最中に何か忘れたけど笑わされて、船長がお茶ブンって浮き出したらなんかムーミンのフィギュアにバンってかかって、なんかムーミンがめっちゃキョトンとした顔でビタビタになってて、すごいそのムーミンの顔が、その時のムーミンの唖然とした表情がめっちゃ今思い出しても笑える。そうお姉ちゃんも笑ってた。二人でね膝から崩れ落ちたね、あの時。ムーミンのその顔見てかわいそうにめっちゃポケーってして、なんかこんな感じ本当になんかねこんな感じの顔で面白かったいやね、お姉ちゃん中学生くらいの時にめっちゃ反抗期でね、優しいけど優しいお姉ちゃんなんだけど、中学生の時はさすがに反抗期でね、もうなんだろう、引っ越しとかの時に引っ越しの内見でさ、なんか自分の部屋が気に入らなくて発狂してさ、移動中の車の空気をさ終わりにしたこともあったけどね、今となってはもう本当に優しくなって、今はねマジで欠点らしい欠点といえば、父親に当たりが強いことと友人が引くほど少ないことくらいしか欠点はないレベル。中学の時はね、なんかねあれだよ、ストパニとか音ボクにハマってたお姉ちゃん。音ボクユリ系にハマってて、なんかねその音ボクに至ってはなんかオープニングも特典付きのなんか CD とか買ってたもん。すごかった音ボク乙女は僕に恋してるってやつ。エロゲ違う。アニメでやってた。アニメ。エロゲのやつじゃないよ。音僕はユリじゃない。あれ男の子だったんだっけ、主人公が。船長は見てないんだよ。オープニングだけ船長覚えてるよ。でも誰かを好きになることってやつ。ねえ、いろいろ話したけど、なんか聞きたいこととかありますか？聞きたいこととかいろいろ喋っちゃったけど、なんか聞きたい話とかあります？質問受付コーナーをただいまより開始します。暑いけどちょっとクーラーつけずに汗かいときます。はいはい。ハンバーガー食べました。あんま食べてないな、まだ。そのうち食べたいですね。おかゆは何味が好き？雑炊いろいろ食べたんですけど、やっぱ船長は鮭が好きですね。鮭。寝込んでる間はムラムラしなかったのに、しなかった。マジで全然しなかったね。もうしんどい。よくさ、なんかエッチな本とかでさ、風のシチュエーションとかあるじゃないですか。風シチュエーションでなんかこう寝込んで汗かいて赤くなってる姿にこう発情してさ、追っ始めるみたいなのあるけどさ、勘弁してくれやって思うと思うよ。多分思うと思うね。そんな場合じゃねえから今ってなるで今はムラムラしてますが、今はそうですね、ムラムラしてます。復活あっさり復活。ネギは来ました。ネギ迷信でしょ、そんなの。本当に聞くの、そんなの。いや、欲求がちゃんと湧いてるのは大事だなって思ったよ。本当に食欲もなかったし性欲もなかったからね。でも食べないとさ薬飲めないから、なんかそのほんと病院行った日とかマジで
マジで本当にしんどくて意識が朦朧としてて、帰ってきて薬はもうすぐ飲んでって言われたんだけど、見たら食後の薬だったのね、全部。ちょっとじゃあまずは何か入れなきゃなと思って雑炊をチンしてって思ったんだけど、あまりにしんどすぎてもうそのまま寝ちゃったもん、飲まないで。結局コーンスープとかでもコーンスープいいね。なんか昔っていうか去年、なんか君たちからのプレゼントでなんかアンパンマンのコーンクリームスープもらってて、たまにね飲むんですよね。その眠れない夜とかにチュルチュルチュルっつってアンパンマンの顔のねクッキーなんていうのあれ、なんかミニクッキーみたいなの入ってるそう女児用じゃん。だから女児だって思われてるんだって。だから船長はみんなにクルトン、あれクルトンなの？クルトンってもっとパンみたいなやつじゃないんですか？賞味期限大丈夫なの？大丈夫でしょう。ああいうのって長いじゃん。ああいうの長いよ。大丈夫でしょ。アンパンマンポテト好き？なんかリラックマポテトがあるんだよね。めったに見ないけどさ、どこにあるんだろう。めったに見ないけどね、一回だけ見つけたことあって、いや可愛いんだよなリラックマポテト。可愛すぎて食べてる時にね、もうほんと犯罪の気持ちになるもん。こんなことしていいんだろうか、リラックマをこんな食べたりしていいのかなってなっちゃう。ドキドキしちゃうね。でもなんかリラックマと一つになった感じがするよ。すごいあーってなる。背徳感。ジャンプしようかね。どういうこと？よく言えたな、その口塞いでやろうかババーン。